ゆっくり解説。なぜ彼女は伝説となったのか。永遠の処女原節子の輝きと引退の謎に迫る傑作ベスト10。ねえマリサ、昔の日本の映画って、今見ても本当に魅力的な女優さんが多いわよね。ああ、特に昭和の日本映画黄金期には、ひときわまばゆい光を放った伝説の女優がいたんだ。その名は、原節子だぜ。原節子さん、名前は聞いたことあるわ。永遠の処女って呼ばれてた、すごく綺麗な女優さんよね。そうだぜ。その圧倒的な美貌と気品で、戦後の日本に希望を与えた大女優さ。でも彼女が伝説なのは、人気絶頂の42歳で記者会見も開かず忽然と銀幕を去り、2015年に95歳で亡くなるまで生涯沈黙を貫いた謎にもあるんだ。記者会見もなしに、一体何があったのかしら。小津安二郎監督の死、女優業への幻滅、視力の悪化など、様々な憶測が飛び交ったが、本人の口から真相が語られることはなかった。そのミステリアスな生き様もまた、彼女の伝説を形作っているんだぜ。そんなに人気があったのに、どうして？気になるわ。だろ？そこで今回は、謎多き伝説の女優原節子の奇跡を不朽の名作ランキングで振り返るぜ。彼女がなぜ伝説と呼ばれ、人々を魅了し続けるのか、その輝きの秘密に一緒に迫ってみようじゃないか。第10位。新しき土。1937年。いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位は、一体どの作品かしら？ああ、行くぜ。伝説の女優原節子の傑作、第10位は、1937年公開、新しき土だ。1937年って、すごく昔の映画なのね。正直、タイトルも初めて聞いたわ。そう思うのも無理ないぜ。だがな、原節子という伝説の始まりを語る上で、これほど重要な作品はないんだ。なんたって、当時まだ16歳だった彼女が、この映画のヒロインに大抜擢されて、一気に世界にその名を知らしめた、まさに記念碑的な一本なんだからな。16歳で、世界に。一体どんなすごい映画なの？これはな、ただの日本映画じゃない。ドイツの山岳映画の巨匠アーノルド・ファンクと、日本の名匠伊丹万作が共同で監督を務めた、当時の国策を背景にした日読合作映画だったんだ。しかも共演には国際的スター俳優の早川雪洲、雪崩のシーンなど特殊技術を担当したのは後に特撮の神様と呼ばれる円谷英二だ。まさに国家的なオールスタープロジェクトだったのぜ。そんな大作のヒロインに、10代の女の子が選ばれるなんて、信じられないわね。どんな役だったの？いい名付けに裏切られて深く絶望し、死を決意して純白の花嫁衣装を胸に抱きしめながら、一人で荒々しい火山へと向かう、そんな悲劇のヒロイン三つ子役だ。この時の、16歳とは思えない鬼気迫るほどの美しさが、日本国内だけでなく、海外の観客にも鮮烈な印象を焼き付けたんだぜ。しかもこの映画、ドイツではヒトラー自らが検閲して公開を許可したっていう逸話まであるんだ。映画のスケールも、役柄も、それにまつわる歴史も、なんだか全部がすごすぎるわ。だろ？無名の少女が、国家レベルの大作で世界を驚かせたんだ。まさに、伝説の序章さ。ここから、女優原節子の輝かしいキャリアが本格的に始まっていくんだぜ。第9位。秋日和。1960年。伝説の始まりが16歳の少女だったなんて、本当に衝撃的だったわ。続く第9位はどんな作品なのかしら？第9位は、彼女のキャリアの中でも特に重要な転機となった一本だ。1960年公開、小津安二郎監督の秋日和だぜ。秋日和。なんだか穏やかで素敵なタイトルね。どうしてこの作品が転機になったの？結論から言うとな、これまで小津作品でずっと結婚を控えた娘を演じてきた原節子が、この映画で初めて娘を嫁に出す母親役を演じたからなんだ。まさに、女優としての新たな境地を見せた作品なのぜ。まあ、母親役、永遠の処女のイメージからは、少し意外な感じがするわね。だろ？
物語の骨格は、父と娘を描いた名作、晩春を、母と娘の関係に置き換えたようなセルフリメイク的な作りなんだ。亡くなった旦那の友人である中年男性たちが、娘を結婚させるには、まず母親から再婚させよう。なんておせっかいを焼いて騒動が起きるんだが、これがまたユーモラスなんだぜ。ふふ。なんだか微笑ましいわね。でも、原節子さんが演じるお母さんは、再婚するのかしら？いや、しないんだ。彼女が演じる未亡人明子は、周囲からの再婚話を一人で大丈夫ですときっぱり断る。その気品と芯の強さ、まさに圧巻だぜ。そして一番の見どころは、娘を嫁に送り出した後、誰もいなくなったアパートで一人、静かに微笑むラストシーンなんだ。娘の幸せを喜びつつも、ふと見せる寂しさ。この繊細な演技が、見る者の胸を締め付けるんだよ。ただ美しいだけじゃない、母としての強さと優しさ、そして切なさが詰まっているのね。なんだか、ジーンときちゃうわ。ああ、円熟期に入った原節子の、気品あふれる母親像は必見だぜ。劇中で着こなす和服の数々も、息を飲むほど美しい。まさに彼女のキャリアを語る上で絶対に外せない、主力の名作なんだ。第8位、飯、1951年。母親役で見せた円熟した演技、素晴らしかったわね。さて、第8位はどんな作品なのかしら？第8位は、あの小津監督とはまた違う巨匠とのタッグで、原節子の新たな一面をこじ開けた衝撃作だ。1951年公開、成瀬幹雄監督の飯だぜ。飯？なんだか、すごく生活感のあるタイトルね。成瀬幹雄監督。恥ずかしながら、初めて聞いた名前だわ。成瀬監督は、女性の日常や心の機微をきめ細やかに描くことで知られ、小津や黒沢と並び称される、日本映画史に欠かせない超重要人物だぜ。そしてこの映画で原節子が挑んだのは、なんと、初対やつれした姿勢の主婦役だったんだ。これまでの神々しいまでのイメージを、良い意味でぶち壊したんだぜ。初対やつれした主婦役。あの原節子さんが？想像がつかないわ。そうだろうな。恋愛結婚から5年、夫の稼ぎは少ないし、家事に追われる毎日。そんな生活に疲れ果てて、家計簿をつけながら日々の単調さにうんざりしたり、夫の無神経な言動にもう我慢できない、って不満を爆発させたりするんだ。そのリアルすぎる夫婦の姿は、きっと当時の多くの主婦たちの共感を呼んだに違いないぜ。なんだか、すごく人間味あふれる役なのね。きらびやかなスターというより、私たちの日常に近いというか。その通り、実はこの原作、作家の林芙美子が連載中に急成して未完だったんだ。だから映画の結末は成瀬監督たちのオリジナルなんだが、そのおかげもあってか、原節子の生々しい演技が炸裂した。この演技で彼女は毎日映画コンクールやブルーリボン賞の主演女優賞を総なめにして、女優としての評価を不動のものにしたんだぜ。ただ美しいだけの女優じゃないってことを、圧倒的な演技力で証明してみせたのね。すごいわ。ああ、永遠の処女の仮面を脱ぎ捨て、一人の生身の女性を見事に演じ切った。女優原節子の魂の演技が見たいなら、絶対に外せない一本だぜ。第7位、安城家の舞踏会、1947年。初対やつれした主婦役で演技賞を総なめにしたなんて、原節子さんの女優魂を感じるわね。続く第7位も楽しみだわ。おう、任せとけ。第7位は、彼女が単なる美人スターから、日本を代表する大女優へと羽ばたいた決定的な一本だ。1947年公開、安城家の舞踏会だぜ。安城家の舞踏会。なんだか華やかなタイトルだけど、これも衝撃作なの？衝撃作というか、激動の時代を映した切ない傑作だな。この映画の背景にあるのは、第二次大戦後の家族制度の廃止だ。つまり、昨日まで貴族だった人々が、その地位と財産を失っていく。そんな没落貴族の最後の夜を描いた物語なんだ。うわぁ。それは切ないわね。舞踏会が、なんだか物悲しく感じてきちゃう。ああ、脚本は、
あのチェーホフの戯曲、桜の園をヒントにした名脚本家新藤兼人のオリジナルだ。過去の栄光にすがる父親や、現実逃避する兄。そんな家族の中で、原節子が演じる次女敦子は、たった一人で没落という現実と向き合い、新しい時代を強く生きていこうとするんだ。まさに、戦後日本の新たな女性像を象徴していたのぜ。混沌とした時代の中で、凛として前を向く女性。すごく素敵だわ。そして最大の見せ場が、クライマックスだ。すべてを失って自暴自棄になった父を、敦子が優しく励ます。そして、誰もいなくなったがらんとした屋敷のホールで、父と娘が二人きりで最後のダンスを踊るんだ。このシーンは、日本映画史に残る屈指の名場面として、今も語り継がれているぜ。想像しただけで涙が出そうよ。お父さんを思う娘の気持ちが、痛いほど伝わってくるわ。この気高く、そして芯の強い敦子役で、原節子は毎日映画コンクールで自身初となる女優演技賞を受賞した。まさに、誰もが認める演技派女優へと駆け上がった瞬間だった。彼女のキャリアを語る上で、絶対に避けては通れない傑作なんだぜ。第6位、お嬢さん乾杯、1949年。新しい時代を生きる強い女性像、心に響いたわ。第6位は、どんな一面を見せてくれるのかしら？第6位はな、小津、黒沢と来たから、もう一人の巨匠を忘れちゃいけないぜ。二重詩の瞳などで知られる人情派の巨匠、木下圭介監督と組んだ、粋なロマンティックコメディの傑作、1949年公開、お嬢さん乾杯だ。木下圭介監督。それに、ロマンティックコメディですって？なんだか、すごく明るくて楽しそうな映画ね。ああ、まさにその通りだぜ。この映画で原節子が演じるのは、没落しちゃったけど気品は失わない、元家族のお嬢様安子だ。これまで見てきたシリアスな役柄とは全く違う、チャーミングなコメディエンヌとしての一面が見られるんだぜ。元家族のお嬢様、素敵ね。お相手はどんな方なのかしら？それが面白いところでな。お相手は自動車修理工場で大成功した。ガサツだけど気のいい、成金の青年なんだ。まさに、提灯に釣り鐘、身分違いの二人が、お互いの世界のギャップに戸惑いながら惹かれ合っていく物語なんだよ。うっふ、想像しただけで面白いわね。どんなギャップがあるの？例えば、彼が彼女をボクシング観戦に連れて行けば、彼女は彼をバレエ鑑賞に誘う。彼女がピアノでショパンを弾き始めれば、彼は対抗して大声でふるさとの民謡を歌い出すんだ。このちぐはぐな感じが、たまらなく愛おしいんだぜ。全く違う世界に住む二人が、少しずつ心を通わせていくのね。なんだか、とっても心が温まるわ。そうなんだ。青い山脈と同じように、戦後の新しい時代の希望を感じさせる、本当に幸福感に満ちた一本だ。原節子の気品と、朗らかな笑顔の魅力が全開。彼女の出演作の中でも、特に見ていて幸せな気分になれる傑作だぜ。第5位、青い山脈、1949年。さあ、いよいよベスト5よ。ああ、ここからは伝説の中でも特に輝きが違う作品ばかりだぜ。第5位は、戦後の日本中を明るい希望で包み込んだ不朽の名作、1949年公開、青い山脈だ。青い山脈、歌なら私でも知ってるわ。若く明るい歌声にいいってやつよね。そう、それだぜ。この映画と主題歌は、まさに戦後の開放的な空気と民主主義の到来を象徴する、国民的な大ヒットになったんだ。暗い時代を乗り越えた日本人に、大きな勇気を与えたんだぜ。そんなすごい映画だったのね。原節子さんはどんな役だったのかしら？彼女が演じたのは、古い慣習が残る女学校に赴任してきた新任の英語教師、島崎由紀子だ。生徒たちの自由な恋愛や男女交際を素晴らしいことじゃないって擁護して、封建的な大人たちと堂々と渡り合う、とってもはつらつとしたヒロインなんだぜ。まあ、素敵。それまでの役柄とはまた違った、明るくて力強い女性なのね。ああ、特に有名なのが、物語のきっかけとなる生徒が受け取った偽のラブレターの誤字エピソードだな。恋しい恋しい私の恋人と書くべきところを、
間違えて、変身私の変人って書いちゃうんだ。このユーモラスな一件が、古い道徳との対立のきっかけになるんだぜ。変身私の変人、なんだか可愛らしい間違いね。だろ？このゆきこ先生の明朗快活なキャラクターで、原節子の人気は完全に不動のものになった。戦後の日本人がみんな、彼女の笑顔に励まされたんだ。まさに、時代が求めたヒロインだったと言えるだろうな。第4位。我が青春に悔いなし。1946年。青い山脈の原節子さん、本当にはつらつとしてて素敵だったわ。さて、第4位はどんな伝説なのかしら？第4位は、あの世界の黒澤明監督と組んだ社会派ドラマの傑作だ。1946年公開、我が青春に悔いなし。黒澤明監督、いよいよ巨匠中の巨匠が出てきたわね。我が青春に悔いなし。なんだかすごく強い意志を感じるタイトルだわ。その通り、この映画は、実際に起きた思想弾圧事件、滝川事件などをモデルに、日本が戦争へと突き進んだ激動の時代を描いている。原節子が演じるヒロイン幸恵は、自由主義者として大学を追われた父親を持ち、自らも反戦運動に身を投じる男性と恋に落ちて結婚する。まさに反骨精神あふれる、めちゃくちゃ芯の強い女性なんだぜ。戦時中に、自分の信念を貫く女性、想像するだけでも、ものすごい覚悟が必要だったでしょうね。ああ、そして物語はさらに過酷になる。夫はスパイ容疑で逮捕され、獄中で亡くなってしまうんだ。だが幸恵は諦めない。夫のふるさとの農村へ向かい、そこでスパイの家と村人から罵られ、石を投げつけられながらも、亡き夫の母親と一緒に田植えをするんだ。このシーンは、あらゆる逆境に屈しない彼女の魂の強さを象徴する、日本映画史に残る名場面だぜ。なんて力強いのかしら。ただ耐えるだけじゃない、自らの手で未来を切り開こうとしているのね。そうだ。この映画は GHQ の推奨もあって、戦後の日本人に民主主義と新しい女性の生き方を力強く提示したんだ。お嬢様イメージだった原節子が、泥まみれになりながら信念を貫くヒロインを演じきったことで、彼女の持つ表現力の底知れなさを見せつけた。まさに女優としての懐の深さを証明した一本なのぜ。第3位。爆秋。1951年。信念を貫く女性、かっこよかったわ。いよいよトップ3ね。ああ、ここからは日本映画の至宝中の至宝だぜ。第3位は、再び小津安二郎監督との黄金タッグ。1951年公開、爆秋だ。爆秋、晩春と同じく、原節子さんがのりこさんを演じた作品よね。その通り、これは晩春東京物語と並ぶ、いわゆるのりこさん部作の2作目だ。物語の中心は、今回も28歳になったのりこの結婚話なんだが、晩春が父と娘の話だったのに対し、今回は3世代が同居する大家族が舞台なんだ。より賑やかで、多彩な人間模様が楽しめるぜ。大家族の中での結婚話、なんだか色々な意見が出てきて大変そうね。まさにその通りだぜ。会社の上司が、エリートとの良縁を持ってきて、家族も、これはいい話だ、って盛り上がる。でもな、のりこはそれを断って、全く別の男性との結婚を、自らの意思で決断するんだ。どうして？良縁を蹴ってまで選んだ相手って、どんな人なの？それが、亡くなったお兄さんの親友で、しかも奥さんと死別して子供もいるお医者さんなんだ。なぜ彼女が彼を選んだのか、その明確な理由は語られない。でも、もしかしたら亡き兄への思いを、彼に重ねていたのかもしれない。そう思わせる小津監督の演出が、本当に見事なんだぜ。自分の気持ちに正直に、静かに、でも固い決意で、なんだかのりこさんの心の強さを感じるわ。ああ、そしてのりこの結婚を機に、大家族はそれぞれ新たな道へと進み、バラバラになっていく。その寂しさと、それでも人生は続いていくという無常感が、豊かに実った麦畑の風景と重なって、見る者の心に深く染み渡るんだ。ちなみに、この映画には小津監督の全作品で唯一、
クレーンを使った撮影シーンがあるんだが、その目的が構図を動かすためじゃなく構図を一定に保つためって言うんだから、本当に面白い監督だよな。第2位、晩春、1949年。家族の形が変わっていく切なさ。爆笑、すごく深かったわ。さあ、いよいよ第2位ね。ああ、第2位は、伝説の始まりだ。原節子と小津安二郎監督。この二人が初めて出会った運命の一本であり、のりこ三部作の幕開けを飾る最高傑作、1949年公開、晩春だぜ。ついに来たのね。すべての伝説が始まった作品。どんなお話なのかしら？これも娘の結婚がテーマなんだが、より深く、そして切実に父と娘の関係を描いている。27歳になっても結婚せず、大学教授のお父さんと二人で暮らすことに幸せを感じているヒロインのりこ。彼女の心の中には、父を慕うがゆえに嫁げない、という強い思いがあるんだ。お父さんのことが大好きだから、一人にしたくないのね。なんだか気持ちがわかる気もするわ。だがな、父親からすれば娘の幸せが一番だ。そこで父の周吉は、娘の背中を押すために一世一代の嘘をつく。自分も再婚するつもりだから、心配しなくていいんだよってな。娘を思うあまりに、そんな嘘を、なんて優しいお父さんなの。ああ、そして嫁入り前、父と娘は最後の旅行で京都へ向かうんだが、旅館でのりこが、やっぱりお父さんと一緒にいたいと本音を漏らすシーンは、涙なしには見られないぜ。その娘を優しく諭す父親の姿もな。想像しただけで、胸がギューってなるわ。そして、映画史に残る伝説のラストシーンだ。娘を嫁に送り出し、たった一人になった父が、誰もいないがらんとした家でリンゴの皮を剥いている。だが、その手は途中で止まり、ただ静かにうなだれるんだ。この言葉にならない寂しさと愛情の深さこそが、オズ映画の、そして原節子とのコンビの真骨頂なんだぜ。この映画は、戦後の混乱から立ち直り始めた日本の家族の普遍的な感情を描き出し、多くの人々の共感を呼んだんだ。第1位、東京物語、1953年。お父さんの一世一代の嘘。切なすぎるわ。でも、そこに深い愛情を感じたわね。さあ、いよいよ第1位の発表よ。ああ、ここまで数々の伝説を見てきたが、その頂点に立つのは、やはりこの一本しかないだろうな。2012年に英国映画協会の映画雑誌サイト&サウンドが発表した。史上最高の映画トップ100で、監督投票部門の1位に選ばれた。まさに日本映画の、いや世界映画史の最高傑作。1953年公開、小津安二郎監督、東京物語だ。東京物語、ついに来たのね。のりこ三部作の最後を飾る、最高の傑作。そうだ。尾道から老夫婦が東京の子供たちに会いに来るんだが、医者の長男も美容院の長女も、自分の生活で手一杯で、両親を邪険に扱ってしまう。そんな中、たった一人、血のつながりもないのに、戦死した次男の嫁のりこだけが、二人に誠心誠意尽くすんだ。実の子供より、お嫁さんの方が、なんだか皮肉で、そして悲しいお話ね。だがな、こののりこの姿こそが、原節子という女優を伝説にしたんだ。彼女が演じたのは、ただ優しいだけの未亡人じゃない。それは、まるで聖母のような慈愛に満ちた存在だった。忙しい子供たちに代わって、老夫婦を東京見物に連れて行き、自分の狭いアパートで、心のこもったもてなしをする。その姿は、見る者すべての心を浄化するほどの輝きを放っていたんだぜ。彼女の優しさが、老夫婦にとってどれだけの救いになったか、想像するだけで胸が熱くなるわ。そして、物語の最後に訪れる、涙なくしては見られない名場面だ。義理の父から、亡くなった妻の形見の時計を渡され、君は本当にいい人だ。どうか幸せになってくれと言われた瞬間、それまで完璧だったのりこの笑顔が崩れ、こらえきれずにおえつするんだ。このシーンの原節子の演技は、まさに神かかっているとしか言いようがない。この最後の涙こそが、彼女が背負っていた孤独や、
他者への深い愛情を一瞬にして表現しているんだぜ。もう、ダメ。話を聞いているだけで、泣いてしまいそうよ。この映画で彼女が見せた究極の日本女性の美しさ、特に血のつながりを超えた深い慈愛と、どんな状況でも揺るがない品格こそが、永遠の処女という伝説を生んだんだ。なぜ彼女が伝説なのか、その全ての答えがここにある。原節子の最高傑作にして、全人類が見るべき不朽の名作。堂々の第一位だぜ。総評、まとめ。はぁ、どの作品も本当に素晴らしかったわ。永遠の処女と呼ばれた理由が、今日一日で少しだけ分かった気がする。だろ ?10 代の鮮烈なデビューから、戦後日本の希望を体現したヒロイン、そして生活に疲れた主婦や気品ある母親役まで、本当に幅広い役柄を演じきってきたよな。でも、どの役にも共通して、凛とした気高さと、内に秘めた強い意志を感じたわ。それこそが、彼女が時代を超えて愛され続ける理由なのかしら。ああ、間違いないぜ。そして、圧倒的な美貌と演技力に加え、人気絶頂で引退し、神奈川県の鎌倉市で静かに暮らし、その後一切メディアに姿を見せず沈黙を貫いた生き様。その神秘性が、彼女を唯一無二の伝説へと昇華させたんだろうな。本当にそうね。原節子さんの映画は、なんだか今の私たちが忘れかけている、日本の品格や美しさを思い出させてくれる気がするわ。その通りだぜ。今回紹介した映画は、どれも絶対に見て損はない傑作ばかりだ。気になった作品があったら、ぜひチェックしてみてくれよな。というわけで、今回の解説はここまでだぜ。今回も、とっても勉強になったわ。この動画が面白いと感じていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントもお待ちしてます。